よし、3発ずつバースト射撃することができています。プリミティアプレイヤーエールです。今回はバーストマシンガンを作ってみようと思います。新たな仕組みを利用してバースト射撃ができるようにしたいので、うまくできたらチャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まずは新たな連射の仕組みからです。ロケットエンジンの噴射口の後ろ側に燃え尽きる寸前まで焦がした松ぼっくりを並べたら炎を噴射すると、噴射口に近いところから順番に点火してくれています。でも燃え尽きるのが遅いですし、間隔が狭いところはそのまま引火してしまうので、もう少し松ぼっくりを炙って燃え尽きるまでの時間を短くしましょう。よし、ちょうどいい燃え尽き具合です。こちらをセットして火をつけてみると、ちょうどいい速さで燃え尽きてくれています。この松ぼっくりに弾を取り付けて連射しようというわけです。弾を取り付けても干渉しないように間隔を上げておきました。弾の方は少し大きめの薬莢を使って後ろから飛んでくる弾が通り抜けやすいようにしました。同時に反動も抑えてくれるはずです。こちらに火をつけると、問題なく発射できました。こちらを噴射口の後ろに並べた松ぼっくりに取り付けることで、噴射している間、連射できるようにしましょう。よし、貼り付け終わったので、噴射してみると、思った通り連続で点火することができました。しかし、手に持って撃つと、反応が発生して、撃れてしまいます。前後の弾の間隔が狭いせいか、反応防止の仕組みをつけても、防ぎきれないみたいです。ここはグリップの方で何とかするとして、バースト射撃ができるように、各弾に2つずつ、弾をつなげていきましょう。こうすることで、1回の点火で3連射できるはずです。下方向に伸ばすのは、その方が点火が遅くて、連射しているように見えるからですね。早速ロケットエンジンを噴射すると、噴射している間は、連射することができています。後ろの弾も、干渉せずに飛んでいますし、少しずつ噴射すれば、最大6回まで、バースト射撃できました。でも、手に持って撃つと、反応が激しすぎて、まともに撃つことができません。そこで、反応を抑えるグリップをつけましょう。こんな感じで、ベアリングを間に挟んで、別パーツ扱いになるようにすることで、物が壊れても、手から離しづらくなるはずです。ついでに、古代の合金を利用した照準器と、手で回すことでオンになる、ベアリングのスイッチ、体を押し付けて安定させるための、板も取り付けました。これなら持ったまま、連射できるんじゃないでしょうか。早速発射してみると、よし、3発ずつ、バースト射撃することができています。反動で多少狙いがずれますが、好きなタイミングで撃てるので、なかなか強い武器になりました。これでバーストマシンガンの完成です。カメラに向かって撃ってみると、後ろから吹き上がる炎が、結構かっこいいですね。今度は木を狙ってみます。一気に連射しないで、よく狙いながら、3発ずつバースト射撃することで、かなり高い精度で命中させることができました。威力も結構あります。続いて、
並んだ小さな木を狙うと、こちらも少しずつ撃つことで、なかなか高い確率で命中させることができました。結構優秀ですね。大きな草を狙って一気に連射すると、バースト射撃中は無敵時間に当たるのでダメージが入っていないみたいです。草を組み合わせた的を狙うと、程よい連射力でいい感じに破壊されていっています。うまく倒れたおかげでボコボコになってくれました。ドローン工場の壁を狙うと、バースト射撃のおかげですぐに破壊できました。その後も一気に撃ち切らずに徐々に近づきながら撃てるので、拠点の制圧などには有効に活用できそうです。今度は風力発電機を狙いましょう。的が細いのでなかなか当たってくれませんね。それでも18発の相談数があるので、そのうち10発くらい当たれば倒すことができそうです。なので続けて狙っていくと、いい感じに耐久力を削っていって、よし、破壊することができました。それでは次はこちらのザコキャラの大群を狙ってバーストマシンガンで撃ってみましょう。果たしてどれくらい倒すことができるんでしょうか。まずは小刻みにバースト射撃してみます。3発ずつ発射していますが、いい感じにザコキャラを吹っ飛ばしてかなりの数のザコキャラを破壊することができました。そして一気に連射してもバシバシ弾が当たって大量のザコキャラを吹き飛ばすことができました。ちなみに私の視点だとこんな感じです。照準器を覗きながら左のグリップを奥にひねることで3発ずつバースト射撃することができます。小刻みにグリップを動かして最大6回分割して射撃することができました。一気に連射するよりゆっくり狙えるのでかなり重い以外はなかなか使いやすい武器になってくれました。それでは最後はイエロースライムに効くようにそれぞれの弾にガラスのかけらを取り付けたら、こちらの巨大スライムを狙って攻撃してみましょう。果たして倒すことができるんでしょうか。少し離れたところから狙ってみると、命中してはいるみたいですがダメージはゼロですね。最初の3発以外薄いガラスではないですし、前の弾に当たって減速しているのか威力は低いみたいです。それでもなんとか倒せるようになるだけ近づいて撃ったりそのまま体当たりしてみたり大きなガラスの板を飛ばしてみたりいろいろと工夫してみましたがなかなか倒すことができません。それでも何度も繰り返し撃ち続けていると、やったー !12,139 ダメージ、巨大スライムを倒しました。奇跡的にスライムに弾かれたのかクリティカルヒットして一撃で破壊できました。それではこの勝利を祝してスライムを燃やしてしまいましょう。燃えるものを集めてきて火をつけます。いい感じに燃えていますね。よし、スライムも美味しそうに焼けたので食べてしまいましょう。もちろん今回頑張ってくれたバーストマシンガンさんにもお裾分けしてあげます。はい、どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったらチャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなどコメントもお待ちしていますね。それでは皆さん、ま